プラス AI ニュースラボ。さて、今回のディープダイブなんですが、テーマは高石首相が掲げる経済政策です。はい。手元にですね、2025年11月時点の、複数のレポートがあるんですけど、これを読んでみると、この政策って低金利の維持と、それから積極的な財政出動。その2つですね。これを両立させようとしてますよね。これってなんていうか、アクセルとブレーキを同時に踏むような話じゃないですか。まさに。本当にできるんでしょうか。この政策が一発逆転の妙手なのか、それとも財政破綻への道なのか、あなたと一緒にその確信に迫っていきたいと思います。そのアクセルとブレーキを同時にというのがまさにこの政策の肝なんですよね。ほう。短期的な魅力っていうのは非常にわかりやすいんです。積極財政で景気を刺激すれば株価とか、あと不動産業界には追い風になりますから。なるほど。で、長期的にはですね、AI とか半導体、危機管理といった戦略分野に集中投資する。はい。それで将来的に名目 GDP1000 兆円を達成するんだと、非常に壮大なビジョンを掲げてるわけです。その1000兆円という目標、聞こえはいいですけど、レポートを読むと成功するための条件が、これかなり厳しいですよね。そうなんです。まるで奇跡でも起きないと無理なんじゃないかと。具体的にはどんな条件が？まさに奇跡の連鎖が必要だなんて言われてますね。奇跡の連鎖？はい。一つは政府の投資が呼び水になって、民間の、巨額の投資を引き出せること。ああ、なるほど。そして、AI や半導体分野で日本が世界的な技術覇権を握る。これがまず一つ。はい。で、もう一つが、危機管理投資の収益化ですね。収益化ですか？日本の優れた防災技術とか、防衛装備品を海外に輸出して、新しい外貨の稼ぎ玉にできるか、そこがポイントです。なるほど。でも、そもそもいいんですか？積極財政で国債をどんどん発行したら、普通は金利って、上がっちゃいますよね。低金利を維持するっていう大前提と、これ矛盾しません？そこです。鋭い指摘ですよ。それが、この戦略が不可能と言われる最大の壁。政策の自己矛盾なんです。自己矛盾。国債を大量に発行すれば、当然長期金利には上昇圧力がかかります。ですよね。これまでのように中央銀行が買い支えるのにも限界があると。もし市場が、この国の財政はもう持たないな、と判断すれば、国債が売られて金利は急騰、計画はそこで破綻するわけです。うわぁ、まさに綱渡り状態。そうなんです。じゃあ市場の信頼がもう絶対的な鍵なんですね。でも仮にですよ、その資金の問題がクリアできたとしても、今度は人がいなくないですか？そこも大きな問題で。レポートにもありましたけど、半導体工場は作れても、それを動かす高度な技術がいないっていう、かなり現実的な問題がありますよね。その通りです。それが2つ目の壁である、深刻な人手不足。特に高度デジタル人材が、もう決定的に足りていません。で、さらに追い打ちをかけるのが3つ目の壁。円安の逆風です。円安ですか？海外から優秀な人材を呼びたいと思っても、この円安だとお給料が実質的に目減りしちゃうじゃないですか。確かに。ドル建てで見ると全然魅力がないと。そうなんです。だから国際的な人材獲得競争では、もう全く勝負にならないのが今の現状なんですね。こうして見ていくと、この政策って本当にハイリスクハイリターンな一種の賭けだっていうのがよくわかりますね。まさしく。成功するには、奇跡の連鎖が必要だと。では、あなたが今後このニュースを見るとき、どこに注目すればいいか、ポイントは2つです。はい。1つは、政府が既得権益に切り込むような痛みを伴う規制緩和を本気で断行できるか。そこは重要ですね。もう1つは、市場の反応を示す長期金利。10年もの国債の利回りが急に上がっていないか、この2点ですね。もしこの大きな賭けに乗らないとしたら、という視点も大切かもしれません。別の道筋ですね。レポートでは対案も示唆されていて、例えば、財政健全化を最優先する緊縮戦略。はい。あるいは、公共事業ではなくて、教育とかリスキリングといった人的資本に投資を集中させる戦略もあります。なるほど。どちらも即効性はないかもしれないけど、より着実な道と。そういう見方もできますね。そこで最後にあなたに問いかけたいのですが。はい。国の未来のために奇跡にかける大きなリスクを取るべきでしょうか。
それとも、時間がかかっても、より着実で痛みを伴う改革の道を選ぶべきでしょうか。あなたなら、どちらの未来を描きますか？